皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit GTS4 mini の2週間レビューをお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで2週間使ってきたわけですけども、良かった点についてまずお伝えしたいと思います。まずその一つ目なんですけども、バッテリーの持ちが良好だったという点です。前回の開封とファーストインプレッションのところでも AOD を使った時のバッテリー持続について表を出していました。その際のデータになりますけど、AOD を使った上での結果は 100% 充電から0になるまでになりますけども、約6日間のバッテリー持ちになりました。常時表示モード AOD を使って6日間っていうのはこれまで使ってきたスマートウォッチの中では最強クラスかなというふうに思います。ですので GTS4 mini に関しましてはせっかく AOD 搭載して使えるようになっていますので、ガンガン AOD 使っていいのかなというふうに思います。他社のスマートウォッチをこれまで使ってきてバッテリー持ちが悪いなと思っていた方にとってはすごくいいのではないかなと思います。そして今回ですね、 AOD をオフにした状態ではどうかというデータも取ってみました。ちなみに0になるまでねしっかり測ったわけではありませんが、 50% になったところで検証を終えています。そのデータになりますけども、約5日間使ったところで 50% を切りました。 100% になりますとその2倍ということで10日強というデータになっています。いかがですかね。 AOD を使ってだいたい6日ほどになっているんですけども、 AOD オフにした状態で消灯で使ったとしてもだいたい10日強ということなので、いかに AOD を使った状態でバッテリー持ちがいいかっていうのが本当にわかるのではないかなと思います。ちなみにこのデータは各種ヘルスケア系ですね、心拍数や SPO2、ストレス測定、そして睡眠モニタリングすべてオンになった状態で、しかも GPS を使ったワークアウトですね、ウォーキングを1時間毎日行っている状態でのバッテリー持ちになっていますので、相当バッテリー持ちがいいっていうことがわかるのではないかなと思います。というわけでまず最初に良かった点はバッテリー持ちが良好だったという点になります。そして次の点になりますけど、サイドボタンが便利という点です。ここにね Amazfit のマークがついていますね。かっこいいですよね。そしてこのボタンを押しますとこういう風にねメニューリストが表示されます。そして長押しをしますとこのように Alexa が起動するようになっています。おはようございます。こういう風にねちゃんと文字で返してくれていますね。というわけでですね、この機能を使いまして我が家にありますスマートホームデバイスを操作することができるようになっていますので、 Alexa と呼びかけなくてもこの長押しで起動してくれるので非常に助かっています。富士山の高さは、富士山の標高は3776メートルですというふうに返してきました。というわけで Alexa をよく使われる方にとってはこのアクセスのしやすいねこのサイドボタン長押しでついていますので非常に使い勝手がいいなと思います。そしてね次の点になります。このバンドの幅になりますけど 20mm 幅になっていますので、他社のですねバンドに取り替えがしやすいという点です。ちなみにこちらのバンドはサードパーティー製のバンドにもう取り替えてあります。 20mm 幅のものを購入して簡単にね取り外しができますので交換が可能でした。こういう市販品の本当いろいろ多種多様なバンドっていうのを売られていますので、これはバリエーション豊富でいいなと思いました。このねバンドを留めるここのデザインがやっぱりメーカー独自のものだったりその機種独特のものであったりすると、こういうね簡単に入手できるものが使えないということが多々ありますので、やっぱりこういう市販品のものが使えるっていうのはいいなと思います。そして次の点になりますけども、それはワークアウトのデータを他社のアプリと連携することができるんですけども、その連携できるアプリが結構多めであるっていう点です。その点になりますけど、この ZEP のアプリになりまして、この中にアカウントを追加っていうのがありまして、ここをタップしますとこのように連携できるアプリ一覧が出てきています。で私はですね Google Fit そして Strava と今連携しているんですけど、その他にもですね Relive とかね Adidas Running と連携することもできます。これ他社になりますとねよくて Strava と連携ができたり、そして場合によってはGoogle Fit までっていうことが多いんですけど、その他の他社に関してもねしっかり連携ができています。ちなみにここに出ている Amazon Alexa は先ほどお見せしました機能との連携になりますので、ここはワークアウトではありません。というわけでこの Google Fit と連携すると何がいいかっていうことなんですが、個人的なね使い方にはなりますけども、航空音のアプリがありまして Google Fit で得られたデータを読み込みに行くっていう形になっています。ですので Google Fit に歩数データさえ飛ばしてしまえばそこからデータを読みに行ってくれるので、
この航空音のアプリをスマホを持ってカウントするのではなく、こちらの GTS4 mini のデータを使って歩数データをカウントすることができるっていうところまで持っていくことができます。この辺はね、非常に便利ですね。多くの方はやっぱり航空音のアプリ使っている方もいらっしゃると思いますが、スマホを持ってウォーキングしているっていうパターンが多いんじゃないかなと思います。ぜひね、連携されてみてください。というわけで、ワークアウトデータを他社のアプリと連携することが多めにできるといった点がすごくいいなと思いました。ましてや Google Fit と連携できるっていうのは個人的にはすごく助かっています。そしてですね、良かった点の最後の点になります。それはですね、このダイヤモンドカットされているボディのデザインがめちゃめちゃいいなと思いました。ご覧いただければと思いますけど、これボディのね、ここの横の部分見ていただきますと、このように昔の iPhone みたいにエッジ加工されているんですね。この部分が斜めにこうカットされて周囲をぐるっと回っていますので、このねカットのところに光が当たってデザインが際立っているように思います。これがあるかないかでデザインの差っていうのは相当違いが出るのかなと思います。もしこれがなかったら結構のっぺりした感じにはなっているのかなと思います。で、特に屋内で今照明もこのように当たっていますけど、結構キラキラこう周りにね光ってくれるんですけどもね、このギラギラ感っていうのがね多少あるっていうのが良かったなと思います。というわけで、ここまで良かった点についてお伝えしました。細かいね他の点ももちろんあるんですけども、例えば GPS の軌跡ですね、そのあたりも普通にね使えるレベルの範囲だなと思います。また通知もねしっかり良好に来ます。 LINE の通知に関して以前動画に出していますけど、そういった面においても申し分ないなと思います。ではそう言いながらもちょっとねここいまいちだなといった点もありましたので、この後お伝えしたいと思います。まずその一つ目になりますけども、それは動作感が少しぎこちないという点です。動作感についてはねファーストインプレッションのところでもお伝えしましたけど、こういった感じの部分ですね。今ね引っかかりありましたね。そして上から今引っかかりありました。これもねしっかり動いていません。このようにね追従してくれない時が多々あります。このように引っかかりがある時とない時があるんですけども、おおむね大丈夫なんですが、時々やっぱり引っかかりがあるなというふうに思います。というわけでね、こういったところがちょっとぎこちないなと思います。今後アップデートでどんどん解消されればいいんですけども、ここ2週間使って1回だけアップデートがあったんですけども、それでも解消はされませんでした。このあたりはね、ちょっと踏まえておいていただいた方がいいかなと思います。ただ致命的なほどではありませんので、他の良い点がカバーしてくれてるなと思います。そして次の気になった点になりますけども、それはこの文字盤に関することなんですけども、圧倒的に種類が少ないという点と、そしてショートカット機能が使えないという点になります。開封レビューのところで言ったんですけども、このあたりの文字盤は個人的にはまだ好みなんですけども、これもそうですね、これもそうですね、見ていただくと分かりますけど、せっかく解像度の高いアモレットディスプレイ使っているんですが、ここのですねフォントが非常に小さいんですよね。特にここの心拍カロリー歩数の部分ですね、文字が小さすぎるんですよね。もう少しね文字が大きかったらいいなと思います。そしてねショートカット機能がついてるかっていうとついていません。天気のところをタップしても天気のところに飛んでくれませんし、心拍ですね、はい飛んでくれません。またステータスですね、飛んでくれません。そしてフォントがねこちらもちょっと小さめなんですよね。見えますけど、やっぱりもう少しね太めのフォントではっきり見えた方がいいのかなと思います。このあたりはねサードパーティー製の文字盤が使えるようになるとより良くなっていくのかなと思います。そして使ってきた中で気になった点になりますけど、アラームに関してです。アラームの機能がですねここにありますけども、スマートアラーム機能が使えるのはいいんですけども、なんとですね例えば今7時に設定してあります。しかしながらスマートアラーム機能っていうのは通常ですね、有効にするとウォッチはアラームの設定時間前30分以内の範囲で浅い眠りから起きるのに最適な時間を計算します。これは自然な目覚めをシミュレートするもので、深い睡眠から目覚めて起床後に眠気を感じることを防止します。最適な時間を計算できない場合、ウォッチは設定時間に起こしますと。ですけども2週間これまで使ってきた中で7時にセットして起こしてくれたのが6時50分しかありませんでした。もしかしたら本当に6時50分が最適だったのかもしれませんけども、それでもですね例えば6時45分とか6時53分とかね、そういった微妙なところまで測ってくれてないのかなという感じで、どうも10分刻みとかね5分刻みとか結構ざっくりなのかなっていう印象はあります。
はい。というわけでね、今回良かった点、いまいちな点について2週間使ってきた中でのレビューをお届けしました。おおむねですね、良かった点がやっぱり多かったというわけですのでね、満足度は非常に高かったなと思います。そして致命的な点がね、やっぱりなかったので、非常に使いやすいんですね。もう一つでもこれはちょっと無理だなっていうのがあると、個人的にはやっぱりもう使っていくのは無理だなっていうふうに思って手放してしまうことも多いんですけど、今のところそういった問題がありませんので、このあたりは本当にバランスのいいモデルじゃないかなと思います。そしてデザインもこのようにね、スクエア型になっていますね。パッと見ね、ちょっと遠くで見ますと、なんとなくね、Apple Watch にも見えなくもないなというふうに思うんですけどもね。ですので、こういったスクエア型のデザインがすごく好きで、好みで欲しかったなと思う方にとっては、iPhone でも当然使うことができますので、この GTS4 mini はおすすめだなと思います。しかしながら、電子マネー機能とかね、使うことができませんので、そのあたりは要注意ってことになります。もう普段から Suica とかね、そういったものを使わないよってことであれば、もう全然これで OK だと思いますので、本当に満足できる一台になるんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。